今日はバイト早めに終わったな。おかげで欲しかった新譜も買えたし、帰ったら早速聴こう。その後は夕飯まで自主練して。あれ？あそこって確かサキがバイトしてるカフェだよね。窓際の人たち、なんか見たことあるよな。なんであの3人が一緒にいるの？しかもなんか机いっぱいに雑誌とか本とか広げて、勉強会って感じじゃなさそうだし。なんでもいいけど、見つかったら面倒そうだな。早めに通り過ぎて。あ、気づかれたか。で、何やってたの？机いっぱいに雑誌広げて。おお、よくぞ聞いてくれた。つまり天馬日の森のリベンジもみじ狩りの計画を立てていたところだ。リベンジ。ああ、今度の日帰り旅行のことですか。さきちゃんがシフトが終わった後に参加できるから、バイト先のカフェで予定を決めないかって言ってくれて、3人で一緒に考えることにしたの。なるほどね。ちなみにその計画ってどんな感じになったの？まだ途中だけど、こっちのノートにまとめてあるよ。もみじ狩りをした後、渓流下り、お昼を食べてから足湯、美術館に行っておしゃれなカフェでお茶、神社にお参りした後、山登りをして最後にフルーツ狩り。どれも楽しそうでしょ？いや、そうだけど、一日でこんなに回れないでしょ。場所も離れてて移動に時間がかかるだろうし。やはりそうか。効率よく回れば全てを堪能できる究極の贅沢コースができると思ったのだが行きたい場所がどんどん出てきて止まらなくなっちゃったんだよね。ほら、この雑誌とかすっごく細かくおすすめスポットが書かれてて、あ、見て見てお兄ちゃん、この観光マップに載ってる吊り橋、ギシギシって揺れて楽しそうじゃない？おお、本当だな。それにこれほどの高さがあれば眺めも最高だろうな。それならそこも候補に入れちゃいましょうか。ダメだ。このまま3人に任せてたら旅行当日になっても行き先決まってないとかありそう。仕方ない。ただ行きたい場所を挙げるだけじゃキリがないでしょ。行きたい場所の候補ばっかり出して詰め込んでたらいつまで経ってもまともなプランにならないし。それは確かに。候補は十分出てるみたいだし、ちゃんと回れるように行く場所を絞っていかないと。まずはこの旅行の目的から考えたらいいんじゃない？目的？一番の目当てはもみじ狩りでしょ。だからまずはどこの紅葉を見たいのかを決めて、その後周りの観光地を調べて行きたいところを絞っていけばちょっとはスムーズになるんじゃない？なるほど、いい進め方だな。あ、それならもみじ狩りの山はここがいいんじゃないかな。ほら、
今が紅葉の見頃だって書いてあるし。そうね。それにここなら十分電車で日帰り旅行ができそうだわ。お、しかも近くに古い街並みと古民家カフェが楽しめる観光名所やフルーツ狩りができる農園もあるぞ。秋といえば食欲の秋だからな。フルーツ狩りは今回の旅に欠かせないのではないか。街並みの観光とフルーツ狩り、その2つならバスも通ってる。どっちも行けると思うし、行き先に追加しましょうか。すごいすごい、一気にプランが決まっていくよ。さすがしーちゃんね。とっても頼りになるわ。よーし、この調子でどんどん計画を立てていこうではないか。よし、スケジュールはこんな感じか。そうですね。じゃあルートを確認しましょうか。向こうの駅に着いたらまずは古い街並みを散策。近くの古民家カフェでちょっと休憩してフルーツ農園に移動。ぶどう狩りを体験して最後にもみじ狩りだね。これならちゃんと1日で行きたいところに行けちゃうね。私もう今からワクワクマックスだよ。当日が待ちきれないな。そうだ、家でぶどう狩りの練習をしておくのはどうだ。いや、ぶどう狩りの練習って何？ありがとうしーちゃん。しーちゃんのおかげでとっても楽しい旅行になりそうだわ。別にあのまま3人に任せてたらどうなってたかわからないし。任せるって言ったのに結局ほとんど私がやっちゃったな。でもまあいいか。せっかくの旅行だし当日は私も楽しもう。